我流です。これは皆さんご存知のダイソーエポキシ接着剤。このチャンネルでもしょっちゅう登場しますし、以前このエポキシ接着剤でジグをコーティングする動画もアップしました。動画の内容は結構きれいにコーティングできるし、2ヶ月半釣りで使い倒しても黄ばみは見られず、これは結構ありなんじゃないかという結論で動画は閉じられています。あの動画から約7ヶ月経過しましたが、今の状態を見たいですか？こちらです。完膚なきまでに黄ばんでおります。一発で厚塗りができて頑丈。これはいいコーティング剤だと思いましたが、半年で真っ黄色になったジグとともに私の心も黄ばみました。そんな矢先、ダイソーでこれを見つけたんですよ。クリアエポキシ強力接着剤。透明性が求められる接着、中継、コーティングに、なんと使用用トレイにイラスト付きでルアーのコーティングと書いてるじゃないですか。これはまさに黄ばんだ私の心の隙間を埋めてくれる接着剤かもしれません。何より期待できるのが容量が従来の半分だということ。容量が半分イコール値段が倍。これはもう絶対ええやつ確定ですよね。しかし私の黄ばんだ心はかなり疑い深くなっていて、検証せずにはいられません。これは私が普段コーティングで使うウレタン塗料、これと今回登場したクリアエポキシと従来のエポキシ、それぞれを同じジムにコーティングして経年の変色具合をレポートしたいと思います。コーティング完了です。現時点での透明度を比較してみましょう。まずは従来のエポキシ接着剤。粘度のある溶液をハケで適当に塗ったため少し波打っていますが、透明度という点では濁りもなく曇りもなく、もちろん黄ばんでもいません。前回の動画で同じことを言いましたが、現時点では全く問題ありませんね。続いて本題のクリアエポキシです。こちらもハケで塗ったため表面が少し波打っていますが、こちらも透明度という点では問題なしです。従来のエポキシと比べて透明感があるかというと、その点では大差がないように思います。ということはきっとここから変色しにくい商品なのだと、私の黄ばんだ心が勝手に高まるわけです。最後に相対的比較参考のウレタンフロア。これは粘度が低い溶液をハケを使わずティッピングコーティングしたため、表面は非常に滑らかで美しいです。ホログラムの反射も上2つと比べよどみがないのがわかると思います。しかし知りたいのは黄ばみへの耐久性ですので、これら3つを毎回調光時に必ず持参して同じ条件下で海水をかけ紫外線にさらし、半年後にどのように変化したかを皆さんに報告したいと思います。さて、このクリアエポキシ接着剤ですが、私はもう一つ試してみたいことがあります。これはこの間ハンドラッパーを自作した際に試しに巻きつけたガイドです。もしかしたらこの接着剤でコーティングできるのではないかと考えました。しかし問題は先ほどジグをコーティングした際に感じた粘土です。この粘土では表面はコーティングできるかもしれませんが、この工程で一番の肝であるガイドの間に染み込んでスレッドとガイドとロッドを一体化することはかなり難しそうです。エポキシ接着剤に溶剤を混ぜて使った経験はないのですが、これはウレタンバーニッシュ専用の薄め液です。もしかしたら白濁したり変色したり爆発したりするかもしれませんが、
今回は手元にこれしかないのでダメ元で使ってみます。クリアエポキシ AB を混ぜ、薄め液を数滴。かなりシャバシャバになりましたし、目視できる限りでは白濁も変色も気泡もないようです。では早速塗ってみましょう。かなりの量を筆に取って塗っているのですが、すっと消えていく感じ。糸と糸の間に見事に染み込んでいます。これはいけるかもしれませんね。ガイドの根元にも塗っていますが、スイスイ中に入っていきます。なんかいい感じです。これは実験ですので、この部分わざと厚く塗ってみましょう。約24時間経過しました。ほぼ硬化しているようですのでチェックしてみましょう。まずはガイドの付け根ですが、しっかりと隙間なくエポキシが固着しています。おそらくはこの側面にも液が回り込んでおり、ガイドはしっかりと固定されています。この辺りはわざと厚めに塗った部分、こんもりと盛り上がっていますが、気泡や白濁はなく、表面もきれいで透明感も保たれたまま盛り上がっています。もし100均のエポキシでガイドラップや仕上げのコートができるのであれば、こんなにいいことはありません。しかし使っていくうちに白濁やひび割れなどが起こる可能性もないとは言い切れませんので、このジグの黄ばみ進行とともに逐一レポートしてみたいと思います。ではまた。